職業柄たまま住みたくないですし、めんどくさいから。普通で今十分幸せなんで、たまたま美味しい食事を食べに行ったら、思うことは幸せじゃないですか。やべ、贅沢してんなって思っちゃう。これを買ったら1ヶ月頑張って働いたの全部投入かとか。今回はモンジ社長の給与について聞いていきたいと思いますので、よろしくお願いします。そんなおもろい話ないと思うんですけどね。同規模の会社の社長さんって大体相場どれくらい回っているかっていうところを最初にお伺いしておきたいです。人によって会社によって違うと思いますけど、普通にオーナーカンパニーでそれぐらいの規模だったら、年収だけじゃないと思いますけど、普通に使えるお金とか考えると、どうなんですかね、年収5000万とか1億とかの人と同じようなぐらいの生活はできている人が多いですかね。ちょっとわかんないですけどね。給与とかどういったところに使われているのかをお伝えいただきたいなと。生活に必要なお金ですよね。食費とかなんだか。買い物、僕結構その辺疎いっていうか、ケチなところとバッと使うところがあって、物にあんまり興味ないんですよ。だから時計もしてないですし、男の人って結構時計好きだったりするじゃないですか。僕は別にむしろ高い時計絶対つけたくないと。つけたら傷つけちゃうじゃないですか。別に時間見るの僕はスマホあるし、だから全然時計とか興味ないし、洋服も別に見た目のなんか清潔感だけ若干気にするぐらいで、ハイブランドの洋服とか全く興味ない。むしろ汚しちゃったらどうしようと思うから、そっちが気になると着たくないんですよ。汚しても別にしょうがねえなって思えるぐらいにしたいから、ブランド物とかも全然興味ないし、だからブランドかどうかじゃないんですよね。見た目とかパッと見で自分が気に入るかどうかとかで買うだけですし、なんかブランド物買うんだったらアウトレットで安くなってるの買うみたいなそういう価格だから、うちの奥さんもそうだし、全然かみさんと普通にユニクロとかで買えますしね。子供に金かかりますよね。すごい金がかかる私立とか今言ってるわけじゃないんですけど、やっぱね、塾に行きたいって言われたらそこはケチりたくないなと思うんで、塾に行けと言ったことはないんですけど、子供が行きたいって言ったら分かったっつってお金感謝払いますし、長女が今度大学受験ですけど、このぐらい受験したいんだと、受験料だけでこれぐらいかかるんだって言われたら、そこケチりたくないじゃないですか。なんかそうやってると、そうですね、受験関係とか塾関係とか習い事系とかはお金はかかってますかね、意外と。個人としては一番の支出は何になるんですか？コンビニじゃないですかねこれと言えない飲食費みたいな、高いとこ行ってるとかじゃなくて、ご飯一食行くっていうのも基本的には社員と行くか社長としての会食しかほとんど行かないんで、それは会社の経費だったりとかが多いんで、あんまないっすよね。過去に一番高かった個人で支出したものみたいなのあるんですか？子供の夏期講習とかの重大ですよね。家も、これぐらいの規模でこれぐらいの収入でこれぐらいの感じだったらこれだけのとこ住んでますよねっていう基準からすると、多分そんなに別にいいところに住んでるわけじゃないと思ってますけど、僕の選び方としては、一つは会社から近い、通勤時間もったいないからすぐ何かあった時に帰れたりとか行きたいだけなんで、なるべく近く。二つ目はやっぱ家族に人数がいるんで部屋を確保してあげたいっていうと 4LDK になっちゃう。なかなかないんですよね。あっても高いと、そこはちょっと妥協してで借りただけなんで、だから判断基準としても本来は近くが良かっただけなんで、マストの広さがあって、それを選んでいくとバランス取っていってそれなりの家賃にはなるっていうだけの話で、全然タワマン住みたいとこないですし、むしろ職業柄タワマン住みたくないですし、めんどくさいから。だって玄関まで着いてエレベーターで何十回も行ってとか超かったるいじゃないですかで、ゴミ持っていくのもね、いいマンションに住めばゴミはそんなに手間かかんないかもしれないですけど、いちいち往復するのにエレベーター何十回まで行ってとか、地震あった時とかエレベーター止まったら地獄ですよって言うと怒られちゃうかもしれないですけど、そういうのもやっぱ長年経験あって職業柄も見てたりとかすると、なんか別にあんまりいいとこ住んで泥棒入っても嫌だし興味ないんですよ。社長はどういう瞬間が一番楽しいなって、幸せだなって感じるんですか？なんか別に普通で今十分幸せなんで、高いものを買ったから幸せとか、美味しい食事を食べに行ったから幸せっていうのはなくて、たまたま美味しい食事を食べに行ったら思うことは幸せじゃないですか。僕はやべ、贅沢してんなって思っちゃう。日常が別に幸せなんで、それ以上別に求めてないですし、大変なこともありますけど、このままこう右往左往しながらもちゃんと会社が存続して伸びればこれ以上ないですし、強いて言うんだったら旅行は一応好きっちゃ好きなんですよね。最近ちょっとあんま行けてないんですけど、旅行に行くのが好きっていうよりか、本質的には自分の知らないことを知るとか、そういうことが多分興味がある好奇心旺盛なんで、そういう意味では旅行とかで行ったことのないところに行くとか、景色がいいところに行きたいとかっていうのがあるから、強いて言うならお金使うんだとしたらもしかしたら旅行ぐらいかもしれないですけど、こんな豪華旅行も行かないから。アメリカも一人で行かれたんですか？これは家族と会社、そういう意味で言うなら、最近個人で使った手で行くと、この飛行機代が一番家族と入れたが高かったな。全力で貯めたマイルを全額放出しましたよいろいろお話をお伺いさせていただいてるんですが、
実際、モンジ社長がどのぐらい給与があるのかっていうところを聞いていきたいなと思うんですけど、僕は役員報酬としては月200で年間で2400万。モンジ社長の感覚とか周りの同じ規模感からするとそこまでっていう感覚なんですけど、冷静に考えたらそうかもしれないですけど、若い時に月収100万200万ぐらいだったと前お伺いしてたと思うんですけど、その時もここまでなんか使ってないっていうイメージだったんですけど。そうですね、20歳ぐらいまでに稼いだお金は16の時にまずほらバイクの免許取ってバイク買うでしょ、18になったら車買うでしょ、結婚式のお金とそれぐらいかな、大きいの。あんまり無駄遣いをしないっていう、もともと家族とかがそういう感じだったのか。母親は結構ケチだったんで、なんか一生懸命スーパーのチラシ見ながらこっちの方が安いとかってやってた人だったから、そういうのも多少受け継いでると思いますけど、でも普通に昔からやっぱり経営に近いような数字を見てたので、例えば引っ越し1件に関しても一番安かったらいくらなんだとかっていう話とか、これに対してどれぐらい経費がかかるとか全部頭入ってるじゃないですか。その反面バンと高いお金使うと、例えばうちなんか利益率がまあ大体 5% ぐらいと仮定しても、仮に例えば売上1億あったとしても、じゃあ500万の利益ですよねと。もっとちっちゃく言うと、月間で言ったら月収1000万だとしても利益50万ですよねとかっていう計算が頭によぎった時に、50万のもの買えるかって言われると、これを買ったら1ヶ月頑張って働いた分全部投入かとかって言われると、そんなに価値はあるのかなってやっぱり思っちゃったりとか、それこそじゃあ50万だとしても、これ引っ越しのね、粗利考えたら何件でいくら分の引っ越しやったらこの粗利が出るんだっけとかって考えちゃうっていうのが昔。仕事がもう軸にあってからそういう考えができるみたいな。そうですね。まあ確かにブランド物とかもいいものだから高いというのも納得できますし、まあでも中にはブランディングだけじゃんと思うものも結構あったりとかして、なんだろうな、僕結構だからその目的思考なんで、それを買う目的が何なのかっていう話なだけなんで、それに応じて決めてるから、例えば僕は全然グルメじゃないんですけど、食事も何でもよくて、今だったら若干ちょっと一応健康に気使うとかってあるかもしれないですけど、基本的には別に何でもいいんですよ。究極別に僕必要性がなかったら毎日コンビニ弁当でも全然いいですし、昔はもっと過激で食べ物はガソリンだって言ってましたからね。そこに美味しさ求めてないし、腹減って動けなくなるのを考えたら燃料補給なだけで、だから時間も短い方がいいから早食いになりますし、だから今も高い店行くとしても高い店に行きたいから行くんじゃなくて、誰かに会いたい、誰かと喋りたいからたまたまその店が高かったっていうだけなんですよ。見てる視聴者の方とかもいろいろ思うところあると思うんですけど、モンジ社長を目指して頑張りたいなと思います。ありがとうございます。はい、ありがとうございました。